この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今日はリスナーさんの質問にお答えしていきます。ゆずさん、17歳女性からの質問です。斉藤直樹先生、こんにちは。いつも動画をとても楽しく拝見させていただいております。私は現在、高校2年生のゆずと申します。単刀直入に質問させていただきたいのですが、イラストレーターとして活躍したいと考えていて、進学したいという学生はどのような大学を選択すればよいでしょうか？受験や大学選択シーズン真っ盛りの私ですが、美術系の学校はたくさんあります。イラストレーターとして成功している方々から見たとき、今学ぶべきことと、この先どんな大学を選択するのが効率的か等の意見をお聞きしたいんです。現在でも二次創作やファンアートを斉藤直樹先生の動画等から学んで実践して描いています。趣味のままで終わらせたくなくて、本当に素敵なイラストやキャラクターを自分の力で表現して生み出してみたいんです。たくさんのイラストレーターさんの経歴を見てきましたが、本当に色々な経歴ばかりで、どの道をたどればいいのかすらわかりません。イラストレーターと端的に言ってはなんですが、自称してしまえば完結してしまう職業です。努力次第でなれるとか、そういうふわっとしたものではなく、確実な方法で自分に今必要なスキルや技術を身につけられるようにしたいんです。個人的な偏見も混ざるのですが、美術系の大学は本当にザ・美術みたいなことをするイメージがあります。しかし私が現在行っているのはデジタルイラストを描くことです。デジタルを描く上でもちろんアナログの技術も必要になりますし、デッサンや油絵をやりたくないというわけではもちろんないのですが、どうしても今やっていることから目指したいことへの道とは違う気がしていて、でも美術系の大学からでもイラストレーターになっている人もたくさんいますし、専門学校ではデジタルを使った指導も行っていると聞きます。フォトショップやクリップスタジオの使い方等はネットでも検索すれば出てきてしまう時代ですが、同じ目標を持った人たちが集結する場所としてはとても刺激になりそうだとも感じています。デジタルで書く上で必要な技術を身につけるという観点ではどちらを選ぶのがいいでしょうか？どちらか一方が良いということよりは、こういうデメリットもあるよみたいな感じで美術系の大学と専門学校の違いを教えてほしいです。その上で今の斉藤直樹先生だったらどっちを選択するのかという意見もいただけるととても嬉しく思います。もちろん学力も関係しますが、今はその辺のことは考えずにご回答いただきたいです。まずい文章で申し訳ありません。斉藤直樹先生のご意見で私の将来が大きく変わるということはまずないと思うのですが、一イラストレーターとしての意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。とのことです。いやー、やっぱりですね、こういう質問ってとても多いです。特にね、イラストレーターになろうっていう場合、こうやったら絶対になれるっていう道筋が見えているわけではないので、どのルートを通ったらイラストレーターになれるんだろうと考えてしまうと色々悩んでしまいますよね。まあ実はイラストレーターと一口で言っても色々なイラストレーターがいて、それぞれによってどういう道筋をたどればいいのかは変わってくると思うんですが、質問をくれたゆずさんは17歳ということなので、多分ですね、ソシャゲなどでキャラクターデザインもしていて、で、ラノベのイラストも描いていて、かと思えばグッズなんかにもなっていて、本の挿絵もやっていて、画集も描いていて、もうとにかく活躍しまくっていて、キラキラしたイラストレーターになりたいのっていうことだと僕は想像するんですね。いや、だって17歳ってそういう年でしょ？なんか文句ある？って誰にキレてるのかちょっとわかんないんですが、僕もね、実際にそういう感じを目指していたと思うんですよね、17歳の時って。っていうか、なんなら今もその時とあんまり変わってません。じゃあ、どうやったらそういうイラストレーターになることができるのか。これはですね、実は言葉にしてしまうと簡単に言い表すことができちゃいます。それは何かっていうと、あなたの絵をより多くの人が魅力的に感じる状態にすることです。この状態に持っていくことができれば、あなたがどんな場所にいようが、どんなルートを通ろうが、そんなの関係ありません。確実に色々な人からイラストを依頼される、引っ張りだこなイラストレーターになることができるでしょう。その状態に自分を、あるいは自分のイラストを持っていくために、どういう作戦で能力を伸ばしていくのか、あるいは能力を伸ばしやすい環境に自分の身を置くことができるのか。そう考えると、大学がいいのか、専門学校がいいのか、あるいは他のルートがいいのか見えてくると思います。なので、その視点に着目しつつ、大学と専門学校のメリット、デメリット、そして最後に斉藤直樹が17歳だったらどういう作戦で売れっ子イラストレーターになるのか、その作戦をお話ししていきたいと思います。それでは早速行ってみましょう。美大に行くメリット。入るのが難しい。
まず、大学に行くメリット3つ紹介します。大学のメリット1つ目は、入試があって入るのが難しいことだと思います。ってね、のっけから何言ってるのかさっぱりわからんっていう感じかもしれませんが、これですね、先ほどの自分の能力を引き上げやすい環境に身を置くことということに注目して考えると理解しやすいと思います。人ってですね、周りの環境にすごく影響されやすいんですよ。やる気に満ちた人たちに囲まれると、なんだか自分もやる気に満ちてきますし、逆にやる気が全くない、だらーっとした感じの人たちに囲まれると、自分も何もかもめんどくさくなっちゃう、なんていう風に。もちろん自分が常にトップを走っているような天才タイプの人にとっては関係ないかもしれませんが、特に僕のように凡人にとっては、これは非常に重要なことです。例えば僕が高校生の時は、周りには絵を描いているような友達は一人もいなくて、いても僕が魅力的だなって思えるような絵を描く人は一人もいませんでしたから、いまいち絵で食べていくということがどういうことなのか、リアルに想像できていなかったんです。でも、美大に行くとですね、クラスに必ず一人か二人天才がいるんですよ。もう見ただけで、この人絶対にプロになるんだろうなっていうぐらい作るものから凄みを感じさせる人がいるんですね。そういう人の近くにいて同じ課題に取り組んで、そしてその人との差を見せつけられるとですね、もちろん傷つきますよ。自分の無力さや甘さに打ちのめされたりするんですが、と同時に凡人なりにイメージをはっきり持つことができるんです。自分はまだまだだけど、でももし仮にこの人と同じぐらいのものが作れれば、もしかしたら自分もプロになれるんじゃないだろうか。自分が凡人であれば凡人であるほど、そういう天才がいる環境に身を置くこと、これが自分の能力を引き上げるために取れる一番の方法だと思うんですね。なので、もし美大に行くのであれば、なるべく難関校と呼ばれるような学校に行くこと、これがこのメリットを得るためには良いと思います。難関であればあるほど、そこを突破してきた人たちは、一定レベル以上努力してきた人たちということですから、自分が刺激を受けられる人もたくさんいる可能性があるからです。幅広く体験できる。大学のメリット2つ目は、幅広く体験できるということです。大学は自分の専門分野だけではなく、いろいろなことを体験したり勉強したりすることができます。僕はですね、最終的にはイラストが描きたかったんですけど、デザインについても勉強したくて、多摩美術大学グラフィックデザイン科というところに行ってデザインの勉強もしました。だから、広告デザインだったり、タイポグラフィー、文字組みについても勉強したり、3年生でイラストレーション専攻に移ってからも、一枚絵の他にアニメーションを勉強したり、自分で作ったりもしました。具体的にはね、こんなアニメーションを作っていたこともあるんですね。懐かしいですね。それに他の科の友人もできたりするので、そこに遊びに行ったりして全く違う分野に触れることもできます。そういった感じで大学はいろいろな分野に触れることができるので、自分の興味を広げられ、能力に幅を持たせられるメリットがあると思います。4年間時間がある。そしてもう一つのメリットは何といっても4年間時間があるっていうことだと思います。この4年間というのはとても大きなメリットで、いろいろな分野に触れて勉強して、そして自分の考えを整理して、その上で作品を作ろうとすると、時間がどれだけあっても足りないんですよね。でも専門学校は基本的に2年ですから、そう考えると大学は単純にその2倍時間が取れます。自分がもうすでにこの分野で活躍したいとはっきりした目標が定まっている場合であれば、2年間でも十分な期間だとは思いますが、17歳、18歳のこの時期って自分の目標が定まっているようでいて、でもちょっと違う可能性も試してみたいんだよな、なんていう心もあったりすると思うんですよ。そういう場合には大学の4年間という期間が大きなメリットになると思うんですよね。美大に行くデメリット。何も得られないまま卒業する可能性。一方で大学のデメリットの一つ目なんですが、ズバリ全て無駄になる可能性があるっていうことですね。つまり何も得られないまま卒業しちゃうことがあるっていうのも美大の場合には十分にあり得ると思います。なぜかっていうと、大学って自分で主体的に動かない限り基本的には何も教えてくれません。専門学校のようにある職業のために修練を積むような場所ではないので、目的を自分で見つけてその能力を達成するた
ためには何を勉強すればいいのかを自分で考えて、そして自分で行動する必要があるんですね。なので、大学生活を通して何をしたいのかを見つけられればいいんですが、それを見つけられない場合には、あるいは誰かに与えられるのをずっと待っていて、ぼーっとしていたり、あとはとにかく暇があるので、ずっと遊んで暮らしている場合には、おそらく何一つ能力が身につかないまま、大学を卒業してしまう可能性も十分にあると思います。特にね、美大っていうのは、みんなが共通して目指す大きな目標があるわけではないので、ある意味では目標設定が一番大変な部分かもしれませんね。技術を教えてほしい場合には向かない。人によってこれはデメリットにもなると思うんですが、大学ではあまり専門的な技術について突っ込んだことを教えてくれるっていうことは少ないと思います。例えばクリスタを使って透明感のある肌を塗るためには、こういうブラシを使ったり、こういうフィルターを使うといいよ、なんていう突っ込んだ内容だったり、ツールの使い方について教えてくれることはほぼないですね。どちらかというと、その手前の部分の考え方や絵の見せ方について考えることが多いので、逆に言うと美大生は細かい技術の熟練度に関しては磨かれないことの方が多いと思います。こういうことを学びたい場合には専門学校の方が向いてますね。たくさんお金がかかる。それとこれはおおよそ想像はついてると思いますが、美大は学費が結構高いです。僕がいた多摩美術大学の学費は年間でだいたい200万円。それプラス上京しての一人暮らしだったので、家の家賃や諸々の光熱費や食費を加えると、だいたい1年間で少なく見積もっても合わせて350万円ぐらいかかります。これはもちろん最低限という意味で、デジタルでイラストを描くにしても、パソコンやタブレットは必要ですし、それにプラスして課題提出のために1回数千円する大型プリントを出す必要も出てきますし、授業ではアナログ画材も使う場合もありますから、そのために絵の具やキャンバスも必要ですよね。そういうものをもろもろ含めると、少なくとも1年間で400万円はかかるんですね。それが4年間ですから、かける4でだいたい1600万円、少なくともかかります。この金額をね、いいよってね、すぐに OK してくれる親御さんだけではないと思いますから、だからこそね、奨学金に頼るわけですけど、僕の場合もですね、奨学金を借りていて、奨学金は日本では借金が普通なので、返し終わるまでに結構な時間がかかります。僕の場合には返し終わったのが34歳ぐらいだったかな。そのぐらいだったと思います。10年間毎月1万3000円ぐらい返済していましたので、そこまでね、返済が大変っていうことはなかったんですが、なんかずーっと借金を返し続けるっていうのが、良い気分ではなかったですね。専門学校に行くメリット。同じ方向を向いた仲間がたくさんいる。でね、ここからは専門学校に行くメリットについて紹介していきます。ですが、僕は実際に専門学校に通ったことはないので、あくまでも人から聞いた知識でお答えします。その上で聞いてくださいね。まずメリットの一つ目は、同じ方向を向いた仲間がいるってことです。これは意外にも美大と違うところなんですが、美大って一見全員同じようなものに興味があると思いきや、そんなことは全然なくて、例えば僕は絵を描くことが好きでしたが、僕が所属していたグラフィックデザイン科では、むしろ絵を描きたい人って少なくて、どちらかというと広告デザインとか映像を作りたい人の方が多かったんですね。なので意外と突き詰めた話をできる友人は少なかったんです。その点で言うと専門学校はかなりピンポイントで、例えばゲームのイラストを描きたいとか漫画家になりたいとか目的に応じて細かい区分けがされていることが多いので、そこでできる仲間のほとんどが自分と同じ方向を向いた人たちばかりだと思います。なのでね、興味があることや技術についてもたくさん共有し合えると思います。そういうことがしたい場合にはむしろ美大よりも専門学校の方が圧倒的に向いていると思いますね。必要な技術をたくさん得られる。それと授業についても結構具体的です。僕は専門学校に通ったことはないんですが、たまに先生として専門学校の教壇に立つことがあって、その際に学校の1年間のカリキュラムを見せてもらうことがあるんですが、例えばね、ゲームイラストコースだとすると、今ゲーム業界で求められるイラストの分析、分解をして、1年でそれを描くことができるようになるためのカリキュラムが組まれているんですね。最初にポージングをやって、そしてその着彩を学び、次に構図を学んで、そして背景を学ぶ。最後に仕上げやクオリティアップの方法を学ぶ。なんていう風に。イラストに特化しているがゆえに、専門的な知識や技術をたくさん学べるのが専門学校のいいところだと思いますね。
就職には有利。それとこれはちょっと大学と専門学校でデータを比べたわけではないので、あまりはっきりしたことは言えないんですが、僕がゲーム会社の内部で採用の場に立ち会ったことがある経験から言うと、比較的美大卒よりも専門学校卒の人の方が会社では採用しやすい印象があります。これは結構当然といえば当然で、例えばゲーム会社の場合、よっぽど余裕がある大きな会社でない限りは、現場では即戦力が求められます。専門学校ではこのあたりも見越して、現場で必要な知識や技術、そしてポートフォリオの作り方まで細かく指導してくれる学校が多いので、採用する側から見てもそういった人材の方が安心して採用することができるんですね。一方で美大出身者は、というか僕もそうなんですけど、そういった視点はまるで欠けてますから、ゲームとは関係ないアーティスティックな作品をポートフォリオに入れがちなんですね。なので採用担当者からしてみると、この人絵が上手いのはわかるんだけど、でもうちの会社のどこでこの絵使えばいいのかなっていうことで結構不採用になってしまうケースが多いと思うんですよ。いや、もちろんね、会社で働くっていうのはイラストレーターになる上では全然必須じゃなくて、むしろ全体の中の割合としては少ない部類ではありますが、絶対にこの会社に入りたいという目的がある場合には、その業界に特化した専門学校に入るのが近道だと思います。専門学校に行くデメリット。先生のレベルがまちまち。ここからは専門学校のデメリットです。これはね、僕の実体験ではないんですが、実際に専門学校に通っていた友人や学生さんに聞いた話です。なので、ある程度信憑性があると思います。一つ目のデメリットは、先生の質が専門学校によってまちまちということですね。当然ですけど、専門学校の常勤の先生に第一線で働いているような人がいるっていうことは稀ですから、その先生の技術レベルが低かったり、絵が古い場合もあると思います。もっと悪い時には、専門じゃない先生が教えているっていうケースもちらほらあるみたいで、そういう場合にはね、さすがになんで専門学校に通っているのか、ちょっとね、わかんなくなっちゃいますよね。それとこっちの方が問題かなっていうふうに思うんですが、実際に有名な仕事をしていない先生だったりすると、その先生の技術レベルがたとえ高かったとしても、なんか偉そうなこと言ってるけど、この人別に有名な仕事してないよね。なんて生徒さんからしたら思っちゃって、その先生の話をまともに聞くことができなかったりする。そういうケースもね、よく聞くんですよね。なので、専門学校に入る際には、常勤の先生で、この人の授業を聞きたいな、という先生がいるかどうかは、よく見て選んだ方が、自分が積極的に授業に参加できるか否かが決まってくる問題なので、これはね、大事かもしれませんね。意識の低い人もたくさんいる。それと多くの専門学校は入学に際して高いハードルを課しているわけではないので、一定数やる気があまりない人っていうのも含まれると思います。実はこれに関しては大学も同じようなことはあるんですが、その比率が比較的高めかもしれませんね。だからもし自分が周囲の人たちの空気に引きずられやすい性格だなと感じていたとしたら、このあたりのことも考えて、いくつかの専門学校のオープンキャンパスに積極的に参加、比較して、来ている生徒さんたちがどんな人が多いとか、もしそこに在校生が参加していたとしたら、その人たちの空気感だったりとか、作品がどんな感じというところは注意して観察するのがいいかもしれません。時間が少ない。そして専門学校のデメリット3つ目は、やっぱり時間がめちゃくちゃ少ないことだと思います。今はね、3年生だったり、4年生っていう学校も中にはあるみたいなんですが、大体の専門学校は2年生なので、最初の1年間、基礎とツールの使い方をやったら、その次の1年間で就職のためのポートフォリオを制作。そして、就活みたいな、もうジェットコースターみたいな感じになるっていう風に聞くんですね。なのでね、いわゆる自分探しみたいな、自分が一体何に向いているんだろうなんていうことは一切考える隙のない超忙しい期間に突入すると思います。なのでもうこの会社に就職したいとか、そこまで決まっていないまでもこの業界に行きたいという大体の方向性が自分の中に定まっていないと、ちょっと自分の中で迷う期間も必要だなという人にとっては、専門学校よりも大学の方を選択した場合もあると思います。さいとうなおき、17歳ならどうするか。
で、最後にですね、僕がもし今17歳だったらどうするのかについていろいろ考えてみました。そうですね、僕が17歳で今からイラストレーターとして成功を目指すなら、これはあくまで僕の場合ですよ。僕が17歳だったらこうするっていう意味なので、ゆずさんにこうしてほしいっていう意味では全然ないんですが、僕は多分高校を卒業したらですね、2年間ぐらい親に頼んで留学させてもらって、まずは英語を身につけると思います。特にね、美大に行くとかそういうのはもう後回しにして、まずは一旦英語を喋れることに全力コミットしますね。理由は簡単で、もう今もそんな感じなんですが、日本よりも海外の案件の方がイラストの依頼の単価がもう格段に高いんですね。そんな中で海外の案件を取ろうとすると、やっぱり英語がネックになってくるんですよ。それにおそらく他の人と比較して英語は今のところ一番差をつけやすい能力だと思うので、まずは一旦イラスト云々以前に英語をどうにかすると思います。で、その2年間のうちやんわりイラストの活動も続けていて、その活動が実を結んで仕事につながったとしたら、その仕事中心の生活に移していくか、2年間である程度英語を習得できてイラストの専門的な勉強をしたいなと思ったら、そこで改めて日本の専門学校に入学すると思います。なんで専門学校に入るかっていうと、就職するためではないです。多分日本の会社に入ってもどんなに頑張っても年収1000万円ぐらいが上限だと思うので、専門学校のメリットである就職の有利性にはあまり期待しません。ですが、自分が欲しいイラストの技術に関しては専門学校の方が圧倒的に大学に行くよりも効率的に得られる環境だと思うので、2年間は技術の習得に力を入れます。そしてですね、就職のためのポートフォリオは当然制作しないので、その時間を何に当てるのかっていうと、SNS などでひたすら目立とうとすることに注力すると思います。SNS で目立つことが仕事を得るための今のところ一番効率的な方法だからですね。ただですね、Twitter とかピクシブとか、ちょっともうおじさんとかがブイブイ活躍しているようなところで目立つのはなかなか難しいですし、骨が折れる努力が必要だと思うので、代わりにあまり今現在は注目されていないけど、次に来そうな媒体だったり、あるいは参入障壁が比較的高い YouTube などの動画メディアを通じて活動していくことを考えると思います。SNS 活動が功を奏して仕事が来たら、その頃にはね、もう英語の能力がありますから、日本で培った技術を英語を使って外に発信したり、そういうこともできるようになっていますので、周りにあまりそういう人材がいない現在、かなり高単価で仕事ができるようになります。さすがにね、1年目とかはなかなか厳しいとは思うんですが、活動を続けていって3から5年目ぐらいには、かなりイラスト関係の仕事だけで食っていけるようになってると思いますし、なんならうまくいけば年収2000万円ぐらいにはいってるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。これ僕の妄想なんで、おいおい、甘いよっていう人もいるかもしれませんが、怒らないで聞いてくださいね。あくまで僕の想像の上では実現可能です。で、この時点で27歳。それまで投資した留学費や専門学校の学費なんかはこの時点でもう回収しきっていて、なんならもう1000万円ぐらい貯金がある状態ですね。で、ここで大学に行きますね。いや、なんかね、もうなんならもう僕もう一回大学に行きたいぐらい。そのぐらい大学って幅広い知識に触れられますし、いろんな体験ができる素敵な場所なんですよね。で、しかも実績をある程度積んだ状態で大学に行ったらどうなります？これね、多分超モテるんですよ。なのでね、その4年間は仕事もしつつキャンパスライフも満喫し、仕事の方が面白くなって軌道に乗ってきたら大学を辞める。大学が楽しければそのまま卒業する。っていう感じで30歳を迎える。っていうのが、すいません、めちゃくちゃ妄想入ってますが、斉藤直樹が今17歳だったらどうするかプランです。最後はね、僕の妄想強めだったので、ゆずさんにそっくりそのまま当てはまるかどうかはわかりませんが、でもね、今日紹介した大学と専門学校のメリット、デメリット、よく考慮した上で、ゆずさんのこれからのこと考えてほしいです。ゆずさん、応援しています。人生楽しんでいきましょう。以上が今日僕が伝えたかったことです。いかがだったでしょうか？また今回はイラストレーターになる前の進路相談に対するお悩みにお答えしてきましたが、実際に仕事を始めてからイラストレーターを続けていく上で注意した方がいいことっていうのもあります。これつい自分もね、失敗しちゃって仕事来なくなっちゃうんじゃないかなっていう風に心配になったこともあるんですが、そんな時にはこちらの動画。これはアウト？クリエイターがやってはいけないこと5選。僕もやりましたをご覧ください。
さい。概要欄に URL を載せておきます。大切な情報を忘れずにお伝えするために、ベル通知オンの設定もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで、再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか？新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。